神奈川県横須賀市の京急浦賀駅に来ております。横須賀ダンジョンです。以前浦賀駅に来た時は駅の正面から右手側の小学校の裏山などを歩きましたね。今画面の右手側に見えている丘の周辺を歩いたかと思いますが、今日はその反対側、駅の裏手を歩こうと思います。画面の左手側ですね、ホームの下を通っているトンネルというかな、高架がありますので、こちらを抜けて、馬堀海岸までつながっていますのでね、ちょっと上から様子を見てみましょう。よいしょ。京急浦賀駅は小高い丘のふもとにありますね。そのすぐ裏手、谷間の町を奥まで行くと、斜面の階段で登って一段高い住宅地まで上がっていくことができます。戦後山を切り崩して作られた新しい住宅地、さらにその向こうには防衛大学校の校舎がありますね。防衛大のふもとの道を進んでいくと、谷間の町を下っていく道が今度はありますので、こちらを下っていきます。その先には海が見えておりますね。おっと、ちょっと高度が低かったかな。馬堀町の坂道を下り、馬堀海岸まで歩きます。海沿いにはトンネルもあったりしますので、古いトンネルを通りながら海岸まで歩いてみようと思います。浦賀駅から住宅地を抜けて防衛大のふもとを通り海岸まで約 1.8 キロの道のりになります。まずは駅のすぐ脇、駐輪場から歩き始めます。よいしょ。はい。正面には浦賀駅のホームがちらっと見えておりますね。この辺は駅のホームのすぐ下、駐輪場です。バイク専用の駐輪場だと思いますが、駐輪場のすぐ脇の細い道を抜けると正面に駅の裏側まで続く四角いトンネルがありますね。こちらを抜けていきましょう。昼間でも電気がついていますね。こちらの四角い整然とした綺麗なトンネルですが、使われているコンクリートの砂利が結構大きくて古そうなコンクリートですね。浦賀駅は何度か改修工事はされていると思いますが、もしかしたらこちらの高架の構造自体は古いままなのかもしれないですね。トンネルを抜けると右手側はかなり急な斜面が続いておりますが、正面にはちょっと新しめの住宅地が見えてきました。で、住宅の左右に道が分かれています。どちらの道を通っても馬堀海岸まで行くことができますが、今日は右手を行きましょうかね。右手側、斜面に沿って進んでいこうと思います。右手はずっと柵がありますね。後ろには浦賀のホームが見えておりますが、こちらの右手の道を進んでいきます。右手はかなりの急斜面なんでね、土留めの柵とかが結構ずっと施工されていますね。左手は新しい住宅地が続いておりますが、多分この左手側はかなり最近2000年代ぐらいまでは大きめの集合住宅が建てられていたかと思いますが、それが建て壊されて、分譲されたんでしょうかね。戸建ての住宅に分譲されたんだと思いますけれども、かなり新しい住宅が、こちらの谷間のスペースずらっと並んでいますね。右手側は古めのコンクリート擁壁の施工もされていますが、かなり草がたくさん生えていますね。森のようになっています。この谷間の住宅地自体が1950年代から60年代にかけて作られた、住宅エリアだと思いますが、以前はこの右手の草の生えた斜面の方にも数軒の住宅があったようですね。この正面、細い道が斜面の上の方まで続いておりますが、かなり草で埋まってるな。上の方には街灯も設置されていますけどもね、この草で埋まったエリアには1950、60年代ぐらいの古い住宅が今でも壊れずに、残っているようですけれども、ちょっと草が多分今はもう使われていないんでしょうね。草がたくさん生えて進むことができないので、こちらの道の方を進んでいこうと思います。
50年代から60年代にかけて作られた、住宅地ということですが、戦前はほとんどこの谷間、住宅はなかったようですね。かなり斜面がきついというのもあるのかもしれないですね。右手側には急傾斜地の注意看板がありますので、この右手はかなり、傾斜がきつくなっています。あと、この辺の斜面だったかな、海軍用地の標柱があったかと思いますね。海軍用地でもあったので、そんな住宅は作られなかったということだと思うんですけれども、右手側はまた土留めの土留めの柵がずっとされていますね。この辺もまた新しく施工されたんでしょうかね。かなり頑丈そうな柵で覆われています。正面にはちょっと古めかしい平屋のお宅もあったりしますが、かなり谷の奥まで今進んできたので、鳥の声とか虫の声が、正面はブルーシートでこれは崩れたんでしょうかね。もしかしたらここもコンクリートで、崖崩れ防止の施工がされるかもしれないですね。かなり谷の奥の方まで来たので、鳥の声がかなり大きくなってきました。で、この辺りが谷の一番奥になりますね。谷の一番奥はちょっと開けた駐車場になっているようです。車が1台止まっていますが、この辺りも、最近まで戸建ての住宅あったらしいんですが、それが建て壊されて今は駐車場になっているということだと思いますね。で、この谷の一番奥から階段がずっと上まで伸びていますね。一段高くなった上の住宅地まで続く石段がありますので、こちらを登って、上のちょっとご通行の方がいるので一旦外します。はい。ということで、ここから長い石段を登って、ここから一段高くなった住宅地まで登っていきましょう。石垣とかかなり古そうな石垣が積まれてますね。正面はかなりジャングルのようになっておりますが、この辺も崩れたんですかね。2列ある階段の右半分が倒木で埋まっています。こちらの階段、ただ今もご通行の方いましたので使われている階段でしょうね。この上にある住宅地も50年代から60年代にかけて、山を切り崩して作られた新しい住宅地、浦上台の住宅地がありますので、上の住宅地から駅までの動線になっている階段だと思いますけれども、周辺はかなり森が深い感じがしますね。ただ階段に沿って街灯があるので、使われる方多いんでしょうね。かなり頑丈そうな手すりの階段が続いていますが、多分100段以上ありそうですね。かなり長い階段になります。急斜面に沿ってずっと上の方まで続いています。今歩いてきた駅の裏の住宅が浦賀の1丁目なんですけれども、谷の上はごそっと戦後になってから新しく山を切り崩して作られた新しい住宅地ですね。浦上台という新しい住所というかな、浦賀とは別の住所が帳板が振られています。浦上台の、丘の上の住宅地。階段が長いですね。長い階段を登って、ようやく住宅がちょっと見えてきましたね。はい。かなり、撮影している当日の私の荒い息遣いなどが聞こえておりますけれども、長い階段を登って丘の上の住宅まで上がってきました。はい、到着。はい。車が通れる、階段高いですね。戦後に作られた住宅地ということで、車が通れるぐらいの道の幅はありますね。この辺が浦上台の何丁目だったかな、どっかに帳板の、あれがあったかと思いますが、この先かな。戦後に作られた住宅地ということで、車が通れるぐらいの道幅はありますが、ただそれほど広い道幅ではないですね。ちょっと車がすれ違うのは難しいのかもしれません。ただ結構上の交通量多いですね。
車がたくさん止まっていて、各家々にも駐車場が設けられているようですね。ただ結構カメラだと分かりづらいですけれども、結構な坂道が複雑に交差をしている、ちょっと、入り組んだ道にはなっていますね。ここに書いてあったか、浦上台3丁目ですね。この辺3丁目の標識がありました。左手側バス停が今ちらっと映りましたけれども、そんなに広い道じゃないけど、この辺はバスが通るんですね。緩やかな坂道。この正面の丘の上が防衛大の校舎がある建物ですね。で、後ろの方が、双葉ですとか鴨居の方になりますかね、方向としては。ただこの辺りからあまり海は見えないですかね。かなり高い標高まで上がってきたとは思いますが、海は周辺あんま見えないですね。正面には貯水タンクがちょっと、丘の上にありますが、かなり古そうな貯水タンクですね。大きいですな、かなり。周りの街並みもちょっと古い昭和な感じがしますけれどもね、石垣とか。この辺りの住宅地は宅地開発でも横須賀の中でもかなり戦後の古い時期に作られた住宅地だと思いますので、ブロック塀の感じなどかなり昭和な印象が色濃く残っているようですね。また正面のコンクリートの壁とかはなんか新しい感じがしますけどね。そんなに広い道じゃないんですけど、結構車の通りは多いですが、この辺り。あれですかね、防衛大の脇を抜けて、旧造船所の辺りまで抜けていくような道でしょうかね。かなり交通量がたくさん車が通っています。集合住宅なんかもちらほらありますね。この右手側、一段高くなった坂道を登っていくと防衛大の裏口の方につながっていたかと思います。右手側ちょっと一段高くなった丘になっていますけれども、この丘の上一帯が防衛大学ですね。ちらっと校舎も見えていますかね。白い校舎が見えていますが、こちらの丘の上が防衛大学で、防衛大学の周りをぐるっと回るようにして大きめの車道が通っていますね。そういえばつい防衛大って言っちゃいますけど、正しくは防衛大学校らしいですな。防衛大学校は文科省の管轄じゃなくて防衛省の管轄なので、通常の大学とは区別して防衛大学校と呼ばれるのが正しいらしいですね。右手側の丘、ずーっと岬の突端まで、防衛大学校の校舎がこの丘の上に建てられていますね。かなり広い敷地なんですよね。で、岬の突端の先には横須賀の猿島が見えてきましたね。海がちらっと見えてまいりましたので、ここから猿島方向に谷間を下っていこうと思います。この下のまた急な階段がありますので、ここから谷間の住宅地の道を通ってこの先の海まで歩いていきましょう。なかなかいい景色ですな。この左右の谷間を抜けて猿島に向けて、歩いていく道、なかなか、いい立地の道だなというふうに思います。この辺の谷間の町もなかなか昭和な感じがしますね。横須賀のこういった谷間の町は丘の上よりも谷間の低地の方が古い町が多いんですけれども、ただこの辺りは比較的その中でも新しい60年代以降に作られた町だったんじゃないかなというふうに思います。この辺りも戦時中から戦後にかけてはただの山、ほとんど建物が建っていなかった場所だと思うんですけれどもね、それが戦後になって、高度経済成長の頃に作られたこういった街並みが作られたということですね。右手側は結構広めの車道な
に面しているので、ちょっと一段高くなっていますけど、綺麗なお宅多いですね。綺麗で新しいお宅がたくさん建てられています。左手側はかなり森になっていますね。今度は左手が森ですな。でもこの辺の坂道は比較的なだらかで、落ち着いた感じがしますね。左手は私有地のあれですかね、庭みたいな感じなんでしょうかね。植物がかなり丁寧に植えられております。森の手前のちょっとしたスペースが庭みたいにして使われているんでしょうかね。かなり緑がたくさんあるこの辺りは自然の豊かな住宅地だなという感じがしますね。先ほどの浦賀駅のすぐ裏手の住宅地とはちょっとやっぱり雰囲気が違う、少し昭和な感じの残る落ち着いた住宅地だなという感じがします。どちらも同じ細い谷間の住宅地なんですけれどもね、この辺りが馬堀町の4丁目になりますかね。馬堀町の4丁目、結構なんか南国っぽい植物とか生えてたりしますな。ちょっと谷の下の方に下ってくると結構明るい新しい住宅も多いですかね。この辺り結構集合住宅もたくさんあるので、この辺りは防衛大の学生さんとか住んでたりするんですかね。結構大きめの新しめの集合住宅なんかもあったりします。この辺り馬堀町の4丁目ですけれども、結構下の方まで下ってきましたかね。下の方まで下ってくると、こちらには左手に自然教育園と書かれた何か施設でしょうかね。教育関連の施設があります。このすぐ向こう側、今ちらっともう見えてますね。このすぐ下には馬堀中学校があるので、もしかしたら中学校関連の教育施設でしょうかね。自然教育園というのが建てられていました。で、今正面に、木の向こう側に見えているのが馬堀中学校ですね。この左手の坂道のすぐ下には馬堀中学校とその先馬堀小学校が併設をされていますね。今見えているのが馬堀中学校のこれは、体育館かな。かなり大きな建物が見えております。馬堀中学校が開校したのが1947年ということで、戦後すぐ、戦後2年目ですかね、開校して、その先にある馬堀小学校の開校が1951年ということですから、こちらも戦後6年目に開校しているということで、横須賀の学校の中では比較的新しい部類の学校かなという気もしますけれども、ただ古い地図を見ると戦中には同じ敷地に何か施設らしき大きな施設のようなものが建てられているので、もしかしたら戦時中の何か軍事的な施設の跡地に小学校中学校を建てられたのかもしれないですね。今左手に見えているのは小学校の校庭かな、中学でしょうかね。小中学校が谷の一番低い部分に併設をされています。これは小学校かな。なんでしょうね、この左手に切り株がたくさんあるのがちょっと不思議な感じがしますけど、なんだろうな。切り株がずらーっと並んでいますね。この右手の坂を下った先が中学校の校門なんでしょうかね。学校の入り口なんだと思いますけれども、周りをかなり自然に囲まれた、小中学校が併設をされています。自然の豊かな場所ですね、この辺り。先ほどの谷間の上の方の住宅地が開発されたのは1960年代頃ということですが、この辺は戦前からもう、かなり開発をされていて、小中学校の敷地も戦前からかなり整備をされていたという感じだと思います。正面に見えているのは小学校のプールでしょうかね。こちらはかなり綺麗なプールがこちら設けられていますね。プールの向こうに見えるのが馬堀小学校の校舎かと思います。
守小学校は確かジャニーズ事務所の元ジャニーズの田原俊彦さんが短期間通っていた小学校ということで、ウィキペディアに書いてあったかと思いますね。小学校1年生4月に入学して、6月には父親の病気の関係で転校してしまったということで、2ヶ月だけ田原俊彦さんが通っていた学校ということらしいですね。こちらの、守小学校ですけれども、守小学校もかなり周りを木々が囲んだ自然の豊かな学校ですね。で、こちらかなり、車通りの多い道まで出てきましたが、先ほどの防衛大の麓を通っていた車道でしょうかね、こちらの道にまた合流をしました。守小学校、周りを山に囲まれた自然豊かな学校ですけれども、開校当時は海に面した学校でもあったらしいですね。今、正面の方には鉄筋建てのちょっと大きめの集合住宅、アパート、マンションが建てられていますけれども、あちらの集合住宅は埋め立て地に作られているということです。1960年代に大規模な埋め立て工事が行われて、この辺り、たくさん集合住宅が建てられました。よいしょ。今正面に見えている集合住宅、その先には戸建ての集合住宅のエリアもあるんですけれども、それが60年代に埋め立て地で作られて、それ以前はこの辺り、この、交差点の辺りまで海があったらしいですね。本当に海に面した小学校だったんですね。もうちょっと先かな、この信号を渡った辺りまでが海だったということです。この辺の道が海岸沿いの道だったと思います。正面にトンネルが見えてきましたが、あのトンネルは戦時中に作られたトンネルで、この先にある走り水の砲台まで物資を運ぶトンネルというかな、海岸沿いの道だったと思いますね。かなり入り組んだ曲がりくねった海岸線の道なんですけれども、海岸線の道を通って、おそらく岬の砲台まで、物資を運ぶというような、そういった用途の使われてもいた道だと思います。ただまだかなり埋め立てられて、この辺りからまだ海が見えないですかね。正面のトンネルが、古いトンネルなのでなかなかちょっと雰囲気がありますね。トンネルはの歩道があるのかな、この道は。周りの岩肌とか石の積まれ方がかなり古い感じがしますけれども、なんかちょっと狭いトンネルなので車とすれ違うのが怖いですね。今車来そうなので、車が通り過ぎるのを待ってちょっと先へ進もうと思いますけれども、もう一台来るか。はい、海岸線に沿って作られたトンネル、周りはレンガと石積みで周りを補強されていますね。トンネルの中は金属の板で補強がされていますが、そんなに広い道ではないです。車が1車線ですね、1台通れるぐらいの広さの細いトンネルですけれども、横須賀市内から走り水の方に向かうバスは必ずこちらの、違うな、逆ですね。走り水から横須賀市内方面に向かうバスはこのトンネルを通って、市街地まで向かうかと思いますね。かなり古めのトンネル。バスでこのトンネル通るの結構好きなんですけどね。歩いて通るのは今回が初めてです。ちょっと暗くなっちゃってはいますが、なかなか古めかしいトンネル。そんなに長くないですね。100メートルもあるのかな。ちょっとなるべく車とすれ違わないうちに出てしまいたいなと思いますけれども、ちょっとかなり狭いトンネルですね。そんなに長くはないのですぐに出口にたどり着きました。こちらのトンネル、海沿いのトンネル。トンネルを出た先には結構戸建ての住宅なんかも建てられていますが、すぐに次のトンネルがこちら続いております。海岸線ぐるっと岬の先を回るような感じで、もう一つのトンネル、こちらの方がちょっと長いんですよね。こちらのトンネルも出入り口の
周りがかなり頑丈に補強されていますね。ちょっと今日はこちらのトンネル、長い方のトンネルは通らずに、ここから海に向けて歩いていきます。こちら、左手に曲がると、もうすぐ正面には海が見えてきましたね。この辺りは埋め立て地だと思いますけれども、かなり、新しい綺麗な住宅ですとか、店舗もたくさん並んでいるようなエリアだと思います。この辺りは先ほどまで歩いてきた馬堀小学校の辺りが馬堀町ですね。で、埋め立てられた新しい土地の方が馬堀海岸だと思いますけれども、この辺りはなんか非常に海沿いの感じがしますね。海沿いのリゾートといった感じの住宅ですとか建物が結構並んでいます。この先には5番の目のようにきっちり整備をされた海岸沿いというかな、埋め立て地の新しい住宅地、馬堀海岸の、住宅地なんかもあったりしますけれども、海岸沿いの広い、でもこの右手側は空き店舗かな。左手側には温泉があったりもしますね。海沿いの、広い道に面した多分観光で来られる方とかもいらっしゃるんでしょうね。この辺り、横須賀の海岸通りまでようやくたどり着くことができました。うわ、ガソリン高いっすな。はい、海岸通りはかなり道が広いですね。なんかヤシの木なんかも植えられて、かなり海沿いの雰囲気が醸し出しておりますけれども、この辺が開発されたのが、70年代ぐらいから本格的に開発されたかと思うんですけれども、なんか横須賀のホームページを見たら近々でもないかな、海岸通りの再開発の計画もあるようですね。海岸通りの道沿いを再開発するというようなお話もあるようですけれども、こちら海沿いの広い道になります。こちら方面ずっとまっすぐ行くと走り水の方ですね。で、こちらの方に曲がると海が見える海沿いの、海沿いを走ったりですとかね、釣りとかをする人がたくさんいる海沿いのエリアになります。遠くの方、右手側には猿島が見えていますね。で、その左手には、横須賀の市街地、横須賀中央駅周辺の高層マンションなども見えております。いいですな、東京湾。ちょっと今日曇ってますけどね、正面には猿島が見えていて、この辺りからこの辺釣りはするのかな。結構お休みの日になると結構人手がありますけれども、右手側には以前言った金代食堂ですとか海岸があったりしますね。で、この左手は、猿島がちょっとボケちゃったかな。猿島があって、その向こうには横須賀の市街地、横須賀中央駅の方が見えておりますね。はい、ということで海までたどり着きましたので、今日はこの辺りで散策終了にしようと思います。よいしょ。はい、ということで海までたどり着きました。今回は浦賀駅から馬堀海岸までの道のりを歩いてみましたが、いかがだったでしょうか。この辺りが埋め立て地のアパート群、マンション群になりますかね。埋め立て地の平地になります。その向こうには先ほどの馬堀小学校がありますね。改めて上から見ると、この辺り防衛大のふもとの辺りは結構急斜面なんですね。谷間の町を通って海まで行きました。その上には戦後に作られた新興住宅地浦上台の町並みがあります。で、そのふもとには冒頭の浦賀駅がありますね。はい、ということで今回は浦賀駅から馬堀海岸までの道のり歩いてみました。なかなかいろんな横須賀の表情が見れて面白かったかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。